こんにちは。今回は、スバルのクロストレックを見てみましたので、グレードの売れ行き情報も添えながら、紹介していきたいと思います。それでは行きます。Now loading。まず、クロストレックってどんな車なのかというと、全長 4480mm、全幅 1800mm、全高 1575mm のコンパクト SUV です。似たような車種で言うと、日産キックスやトヨタのヤリスクロスあたりでしょうか。クロストレックを日産のキックスと、トヨタのヤリスクロスと比較をしてみると、クロストレックは、全長と車幅が大きいことがわかります。特に全長に関しては、200mm 以上の差がありますね。室内寸法に関しては、車内幅が大きめですね。シート幅やコンソールの充実性に影響があると思うので、車幅が大きめなのは、特徴だと感じました。実際にコンソール周りを見てみると、コンソールの幅が大きいと思いましたよ。日産のキックスとのコンソールと比較をしてみると、クロストレックの方が、コンソール幅が大きめだと感じませんか？ここは、クロストレックの良いところだと思いました。余談ですが、スバルのシフトノブ、かっこいい。シフトノブを見て、握りたくさせるって、すごい作りですね。次に、クロストレックのグレードについて、売れ筋情報を添えながら紹介しますね。クロストレックの駆動仕様は、型式 GUD の前輪駆動 FF 車仕様と、型式 GUE の AWD 仕様に大きく分けられます。そしてグレードは、ツーリングとリミテッドの2グレード存在します。FF と AWD でどちらが人気なのかについて、結論を先にお伝えすると、AWD 仕様の方が人気が高いですね。まあ、スバルだから、AWD を選ぶ人が多いのだと感じたものの、最近、1、2年前くらいから四輪駆動に興味を示める人が増えてきていると感じますね。例えば、日産キックスで言うと、2023年4月の年次改良で、四輪駆動モデルが採用されたり、新型 X トレイルでも、500万円ほどの価格帯にもかかわらず 4WD を選ぶ人が大半です。まだ、本格的に調査できていないので、これから車両調査をする際は、駆動方式にも目を向けようかな。まあ、ごたごた話しましたが、実際の購入実績ベースで、詳細を見ていきましょう。まず、最も人気が高いグレードは、AWD のリミテッドグレードになります。前輪駆動仕様の中では、最も車両価格が高いにもかかわらず、最も人気があります。購入台数は、4038台でした。続いて、4WD のツーリングですが、購入台数は、1373台でした。そして、残りの FF 車ですが、それぞれ購入台数は、リミテッド仕様で2627台、ツーリング仕様で943台でした。なので、この動画で伝えたいことのポイントその1は、AWD のリミテッドの購入がおすすめできるということですね。また、購入時に、ルーフレールをつけるかどうかを決められますが、ルーフレールの設定比率を見てみると、このような結果となりました。オレンジ色の棒グラフがルーフレールの採用数ですね。リミテッドに関しては、ルーフレールの装備率が高いですね。ああ、このルーフレール、スタイリッシュでいいなぁ。人気が高いのも納得ができます。また、私だけがこだわっているだけかもしれないですが、洗車する時の排水経路を考えると、ルーフレールにある程度隙間が確保されていてほしいんですよね。そうしないと、洗車する時に洗剤を流しづらい。日産系の車両はルーフレールに穴がないんですよね。デザインを優先するか、洗車のしやすさを優先するかここは皆さんの意見をぜひいただきたいですね。ただ、クロストレックのルーフレールはかっこいいけどな。では、まず外装から見ていきます。このフェイスの特徴として、樹脂パーツ多めで、野蛮な SUV っぽさが出ています。特徴的なのが、このヒゲですね。こんな樹脂パーツの使い方、良い意味であまり見かけないですね。強いて言うなら、デリカミにも似たような樹脂デザインかも。基本的に、外装で樹脂っぽいパーツがむき出しなのは、あまり好みではないのですが、クロストレックは、むしろ汚す用の樹脂パーツです。と言わんばかりのインパクトがあり、好印象です。300万円前後だから許せるっていうのもあるかも。そして、リアサイドも樹脂パーツが強調されています。最高です。リアランプは、鋭利な突起を2つ入れていますね。夜間見かけたら、ランプシルエットはかっこいいはず。そして、サイドを見てみると、タイヤ周りも樹脂パーツの強調が強めですね。ただ、気になった点は2つありまして、ドアまで無理につなげる必要はなかったように思います。ちょっと中途半端で気になりました。もう一つ気になったのは、この樹脂パーツのデザインです。
この樹脂パーツは拡大して見てみると、ダイヤ形状の模様が無数にあります。これ最初は、フィルム化色なのかと思っていた。理由は、この辺りになぜか段差があり、うまくフィルムを貼れていないように見えたからですね。しかし、実際に触ってみると、表面がゴツゴツしていました。フィルムで表面のゴツゴツさを演出するのは難しいと思うので、おそらく無塗装品ですね。ただ、汚す前提での作りなので、そういうことなら許せるなぁ。昔の X トレイル、T31 を思い出すゴツゴツさでいいですね。ちなみに、給油口は、ドライバー側に配置されていました。押し込むだけでノブが開くようになっていて、キャップ付きですね。キャップ置き場もあるので、ユーザーフレンドリーですね。そして、フロントタイヤ周りには、空力性能向上用の穴が開いています。この穴は、エアアウトレットと呼ばれるようで、ホイールハウス内に溜まった空気を排出させて、タイヤが地面に接地しやすくする効果があるようです。これにより、操縦安定性の向上につながります。リアもよく見ると、エアアウトレットがありましたね。続いて、室内を見ていきましょう。全体的に、のっぺりしたアウトドア感のあるデザインでした。インサイド側のドアノブが少し手を引っ掛けづらくて、使いづらかったくらいですね。気になったのは、ドアアームレストはやや硬めの質感ではあるものの、車両価格を考慮したら、許容できるかな。レイバックと異なっていて、合皮が側面部まで巻かれているのも良いと思います。また、リアドアには、側突時のドア巻き込みを防止する用の鉄芯が組み込まれていますね。車両重量を重くしてでも、安全性を考慮して設計していることが伺えます。レイバックにも採用されていましたが、前車に採用されている構造かもしれません。リア席から見てみると、まず、ドライバー側には、シートポケットがありませんでした。これはナイスですね。昔はオーナーズマニュアルをしまっている人も見かけたけど、皆さんはどういった時にこのポケット使っていますか？また、コンソールの後部では、USB とピペックの差し込み口がありました。照明付きなのは嬉しいですね。また、サンルーフをつけるとこんな感じ。サンシェードは手動タイプで、窓は、チルトとスライド開閉が電動でできます。開口は前席だけです。また、後席にもう一つ秘密がありました。クロストレックは前高が低いので、室内空間を広くするために、天井をアーチ型に膨らませていますね。実際に座ってみると、頭上スペースの広さ感を実感できると思います。色々なところに細かな工夫が施されていますね。コンソール周りですが、やはりシフトノブはかっこいいですね。私の嫌いなピアノブラックがありますが、シフトが大きいため、ほとんど手が触れそうになく、ピアノブラックの汚れがつきにくそうです。外周にメッキ装飾もあり、かっこいいですね。ただ、ドライバー側のドリンクホルダーは、ちょっと後ろすぎて使いづらいです。また、コンソールの肘置き部に近いので、背の低い飲み物容器だと取り出しづらい。あと X トレイルでもあるけど、ドリンクホルダーの穴をつなげるのってなんでなんだろうか？何を置くためのくぼみなのか気になりませんか？しかも、ドリンクホルダーの底面までくぼんでないんですよ。これ何かを置く想定で作られてると思いますね。ぜひ皆さんコメント欄で何を置くためのくぼみなのか意見もらえると嬉しいです。このクロストレックのコンソール好きだわ。また、側方から見てみると、ドリンクホルダーの後ろに、くぼみがありますね。ここにもスマホを入れることができそうですね。コンソールのアームレストも見てみます。収納容量は大きいですね。結構深いですし。ただ、このまま使おうとすると、綺麗に整頓しながら使うのは難しいと思い、Amazon を見てみると、収納トレイが社外品で販売されていました。コイン入れも付属されているので、このトレイを組み合わせれば、使い勝手はかなり良いはず。配線用の穴も設置されていますね。コメント欄か概要欄にリンク添えておきます。コンソール上面の質感は、しっとりしていました。横幅も大きいので、肘も置きやすかったですね。コンソール前方は、USB と Type-C の差し込み口がありますが、印字されているアイコンがデータ通信なので、Android Auto などのスマホ機能と連動しますね。また、スマホも置けるサイズの収納スペースも確保されています。スマホで思い出したけど、このスマホケースかっこよすぎんか？収納といえば、助手席前のグローブボックスですが、薄型横長でした。オーナーズマニュアル入れのようにも見えましたが、横長なので、A4 の書類入れとしても使えそうですね。お掃除用品系では、小型のクイックワイパー系の防塵製品も入れられそうですね。
中央のナビ画面は、今回紹介は割愛しますが、レボーグやレイバックで採用されている縦型タイプですね。オーディオレスタイプのナビにすると、上部半分がなくなります。そのまま上を見て、マップランプを見てみます。ランプは両側に大きくついていて、外側のくぼみ位置を押し込むと、ランプを点灯させることができます。押し込む部位が大きいので、操作性は良いですね。中央にガラスルーフの開閉スイッチが配置されています。左側には SOS と I コールボタンがあります。I コールはロードサービス用ですね。車両故障が起きた時にコールセンターと相談できるようです。ディーラーが20時で閉店してしまった後などで、活用用途がありそうですね。また、インジケーターもあり、シートベルトしているかなどを確認できます。ここでシートベルトしているか確認できます。機能盛りだくさんなマップランプですね。横側から見てみると、豪華な作りになっていることがよくわかりませんか？フロント側は、インサイト用のカメラがあり、樹脂パーツも大きくなっていますが、この強調具合もインサイトならではの特徴でインパクトがあり、好きです。ダッシュボードの全体としては、ナビ上もフードがついているのは珍しい。また、メーターフードも二重構造で特徴的。そして、スピーカーグリルですが、レイバックでも気になっていた、このスピーカーのデコボコ感、あと、A ピラーの樹脂むき出し。これは、クロストレックの外装の樹脂パーツの多さや、ワイルドな SUV 感を考えつつ、車両価格を考慮すると、むしろ良いかも。続いて、ステアリングホイール周りを見てみます。スバルは、ハンドルのスイッチが多いですね。ただ、見方を変えれば、使っていくうちに、少しずつ機能を知れる楽しみがありますね。こんなところにステアリングヒーターがある。そして、左側のスイッチ群を見てみると、こちらは、カーナビ操作用のスイッチが多いですね。そして、パドルシフトもついていました。また、ステアリングの本側の巻きも、しっかり手と接触する部位まで巻かれていますね。スバルのロゴも相まって、かっこよすぎです。運転席足元を見てみると、リミテッド仕様では、標準でアルミペダルがついています。スバル車では必須アイテムですね。まじまじとこんな近くで見たことなかったですが、ペダル上部も見てみますか。これだけ見てもよくわかりませんが、OBD コネクタは見つかりました。シートになりますが、こちらは本革仕様ですね。座面はレイバックのもっちりした質感とは異なり、やや硬めの質感で、丈夫そうな作りでした。シート中央には、ハニカム模様のパーフォレーションが、デザインされて、スタイリッシュさを演出していますね。よく見ると、座面にもデザインされていました。続いて、ラゲッジスペースを見てみます。照明は左側に暖色のランプが一つついていました。先ほど室内幅を KICKIS やヤリスクロスとも比較をしましたが、ラゲッジスペースの幅も大きく感じます。また、右側を見てみると、シートベルトがあります。その奥にはトノカバー用に穴もありました。トノカバーの引っ掛け部はこの部位に設置されていますね。また、先ほどのシートベルトは、リアシート中央のこの部品に引っ掛けることで、リア席中央に座る人用に使うことができます。そして、バックドアの内側に、照明がついています。これによって、バックドアを開けている際に、上部方向からも照射されるので、夜間便利だとは思います。ただ、バックドアの照明は必須ではないようにも感じたので、もっと車両価格下げてくれてもいいんだよ。って内心思いました。ここにネット用のつまみもありました。いかがでしたでしょうか？あと23年くらい早くクロストレックと出会っていたら、購入していたかもしれないくらい素敵に車でした。アクティブな走行ができるのもいいですし、乗り潰し会があるというのもまた魅力的ですね。アイサイト X が搭載されていなくて惜しいとおっしゃっている方もいますが、アイサイトは搭載されているので、300万円の SU ボルトとしては十分かなとも感じます。今後のマイナーチェンジでアイサイト X が搭載されることも期待しつつ、今後の売れ行きも探っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。